放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第56話、血染めの執行者バルド。港の空気がじわりと変わっていく。昼が落ち、夕暮れが沈み、夜が街を覆った。月が昇るにつれ、三日月門が淡く光をまとい始める。石畳、屋根、街灯、街の底かしこに刻まれた門は、まるで呼吸をするように脈動し明滅していた。イーナが小さく息を飲む。街そのものが生きてるみたいにゃ。セレスが短くうなずく。魔力の流れが集まり始めた。軌道までもう時間はないわ。港に鳴り響く合図の鐘。ガルドの機関はゆっくりと怒りを上げる。マストに掲げられた月影紹介の紋章が夜風にはためき、黒子の術師たちが甲板に整列する。漏れ聞こえる栄唱の響きが海面にあふれていた。始まったな。ユーマがつぶやく。セレスは迷いなく一歩踏み出す。行くわよ。3人は倉庫街の裏手へ向かった。古びたく扉。錆びた鉄鍵エルムが話していた通りだ。扉を押すと湿ったレープとともに地下へ続く石段が現れる。踏み込んだ瞬間、ひやりとした水音が足元に広がった。水路の流れはゆっくりよ。音を立てないで。セレスがささやく。イーナが矢を握り直す。ニャフなそこまで。あとどれくらい？200メートル。途中の分岐を右に曲がればフュース層の真下に出る。ユーマが先頭に立つ。足首を冷たい水が満たし、苔むした壁に火が反射する。頭上では船員たちの声と足音が遠く揺れていた。潮の匂いと鉄の気配が入り混じり、重苦しい空気が肌にまとわりつく。合図を出したら一気に上がるわよ。セレスがささやく。にゃばれたら最後だにゃ。イーナが小さく肩を縮めた。ユーマは静かにうなずくだけだった。進むほどに水面に細かい光り粒が漂い出す。セレスが低い声でつぶやく。結界門の魔力が漏れ始めてる。軌道が近い証拠よ。間に合うのかにゃ。イーナの声がかすかに揺れる。間に合わせるの。一回限りの計算式にかけるなんて我ながら愚かだと思うけど、セレスの小羽は淡々としているが揺らぎはなかった。ユーマが振り返る。それでも俺たちでやるしかないんだ。やがて水路は鉄格子に突き当たった。その向こうに船底の補強梁と巨大なリュース層の影が見える。セレスが短く呪文を唱えると格子が白く霜に覆われ、パキッと小さな音を立てて砕けた。今よ。ユーマとリーナが同時に押し広げ、手しむ音とともに鉄が裂ける。3人は水路から船底へ身を躍らせた。足をつけた瞬間、冷たい魔力の風が肌を撫でる。船体そのものが赤紫に脈打ち、まるで巨大な心臓の内側にいるようだった。リーナが震える声で漏らす。ここが結界の核にゃ。セレスは手のひらの門をかざし、じっと光を確かめる。あと一刻で起動する。その時だった。船底の奥から濁った風が吹き抜ける。血と鉄が混じった匂い。重く血を踏みしめる足音。来た。イーナが矢をつがえる。闇の奥から現れたのは黒い街灯をまとったように長身の男。全身トゲだらけの鎧に覆われた玉が水路を押し割れるように立ち上がる。顔の下半分を覆う仮面からは血直の入れ墨が首筋まで続いている。背中に突き立つ無数の風釘が呼吸とともにかすかに震えていた。生と異界を行き来する処刑執行人。それがガルド。赤い瞳が3人を一つ一つ測るように見定める。門はすでに起動した。お前たちのあがきは死への前座に過ぎぬ。声は凍てついた葉のようで船底の鉄をくしませた。セレスが息を飲むように名を呼ぶ。血染めの執行者バルド。イーナが矢筒に手を伸ばす。知ったことか。ユーマは雷光の剣を抜く。
に魔力が流れ、視点が走った。手首を突き抜けるしびれは鋭く、獣の血が一瞬で沸騰した。セレスが印を組み、呪文を紡いだ。やるしかない。ユーマは一気に踏み込み、来光の弧を描いた。ここで終わらせる。だがガルドは指先の軽い糸振りで暗い鎖を生み出し、剣歴を受け止める。鎖の先端から黒い火花が散り、空気が一瞬ひやりと沈んだ。リーナが滑り込むように脇を抜け、矢を二連射。雷を帯びた矢尻が火花を散らし、ガルドの肩口をかすめる。今にゃ。ユーマはもう一度踏み込み、雷撃を叩くつけた。まばゆい草石が船底を裂くが、ガルドの仮面は微動だにしない。その後方でセレスはひたすら栄唱を紡ぎ続けていた。青白い逆式の門が彼女の指先から床へと広がっていく。集中よ。一度でも途切れたら終わり。核を汗が伝う。別の魔術を組む余裕などもうどこにもなかった。ユーマとリーナはセレスを守るように戦い続ける。来光が走るたび、矢が放たれるたび、セレスの周囲に生じる揺らぎが削り取られていく。小賢しい。ガルドが片腕を払うと、漆黒の鎖が数十本一斉に伸びた。リーナが身を翻し、三連射で軌道をそらす。ユーマは剣で切り裂く。だが一本がセレスへ迫り、ユーマがとっさに飛び込んだ。ユーマ。セレスの声が震える。鎖がちぎれ、来光が吹けた瞬間、彼の腕に深い裂傷が走った。大丈夫だ。ユーマは歯を食いしばり、剣を握り直した。ガルドは微笑むことなく、淡々と歩を進めてくる。門は間もなく開く。お前たちの小細工など、塵ほどの価値もない。その言葉通り、船底の文様が赤く、激しく脈打ち、空間がくしむ。海上の月が成虫へ差し掛かり、結界全体が赤い光に染まり、ガルドは片手をかざすと、空腹そのものが硬質化したかのように三人を押しつぶした。終圧。リーナの放つ矢は空中で折れ、火花のように散る。ユーマの斬撃は青い稲妻となって走るが、ガルドの指先の太振りでかく消された。人間がこの結界の中核に触れようなどと称し、声と同時にどこいたが裂け、魔力の触手が伸びる。三人は一斉に飛びのき、すぐに反撃に転じた。リーナは足場を軽やかに蹴り、宙返りしながら二連射。ユーマはつららの盾を展開、触手を受け止め、反射の凍結反撃、凍結の勢いを盾で押し上げ、船底そのものを凍らせてバルドの足を止める。だがバルドの強さは圧倒的だった。氷をふと踏みで砕き、放たれた矢も片手で払う。無駄だ。門はすでに彼方とつながった。お前たちのあがきなど左流に過ぎぬ。海上に広がる巨大な魔法陣が赤く脈打ち、空が低くうなった。リーナが必死に矢を放ちながら叫ぶ。にゃー。もうやけくそにゃ。セレスが声を張り上げる。ユーマ。時間がない。ガルドが方向し、魔力の鞭が船底を裂いた。小さき命ども。祈るがいい。港全体が震え、明かりの柱が立ち上がる。月が真上へ昇り、三日月門が燃え上がった。門が開いた。赤い空が裂け、都市の上空に巨大な歪みが広がる。見たことのない異界の風景が一瞬覗き、無数の影がうごめいた。セレスが顔を上げ、震える声で叫ぶ。始まったわ。リーナが矢を握りしめる。にゃ今しかないにゃ。うおー。ユーマが全身に来光をまとい、一気に突進した。鎖がいくつも迫る。身をねじり、剣で引き、足を止めずに進む。セレスは逆式の栄唱を止めず、声を張り上げた。あと数呼吸門の中心に触れれば、ガルドの鎖が最後の一撃として振り下ろされる。
瞬間、ユーマは左腕を掲げた。つららの盾、短時間の巨大な氷壁を展開し、仲間を包み込む防御障壁として機能する。バキバクとコール音とともに、青白い壁が鎖を受け止めた。今だ。走れ。そのわずかな隙に、リーナとセレスは駆け出し、シルベ邸へ飛び込んだ。赤黒い光が渦を巻く中心。そのシルベ邸に二人の手のひらが触れようとする。ユーマは氷盾を押し広げ、最後の力でバルドを吹き放した。そして、瞬間的に振り返り、二人に向かって手のひらを突き出した。犠牲になるのは俺だけでいい。青い閃光が吹け、二人の身体が後方へ吹かれた。ユーマは血走った瞳で叫ぶ。ここから先は、俺がやる。来光がユーマの全身を包み込んだ。続く。次回。第57話、黎明のしるべ印。